お久しぶりコナモンビーツ。はい、というわけで始まりました。ちょっとお久しぶりなコナモンビーツでございます。MC を務めます声優の南條佳乃です。よろしくお願いいたします。そして今回もですね、コナモンビーツを一緒に盛り上げてくれるのはスクエニックスで作曲などを手掛けておりますセッキーこと関戸剛です。はい。皆さんこんにちは。スクエアエニックスの大阪サウンド部でサウンドディレクターをさせてもらってます、ミヤーヌこと宮永秀則です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあちょっとね久しぶりということで、ちょっとね真面目に仕事しすぎちゃったから。あら、これ開発にかまけちゃった。みんな仕事をしていたということで、私もねライブやったりしてたんですけど、お二人来てくださったりとか、あとはね T シャツまでなんか着てくださってて、私の大阪公演でねあったんですけど、自腹でそれ買ってくれたっていう。もうだって本当に？本当に言ってくださいよ。いや叩きつけますよ。どうぞっつって。いやだって応援したいもんね。いやーすごい嬉しい。お二人の私の誕生日の時もバースデーメッセージを動画でくれて、そうなんかすごい最後に二人でハートとか作ってずれてて全然ハートになってない。あ、なってないっていう。あ、いややめなさいおじさんが二人。なんてね、すごい優しい。ありがとうございました。この番組は、スクエアエニックスサウンド部大阪から音に関する情報を YouTube でお届けする音検証バラエティとなっております。早速なんでございますが、こちらのコーナー行ってみたいと思います。はい。お便りビーツ。お便りねいただいてますので、じゃんじゃか紹介していきたいと思います。コナモンネーム柴犬大好きさん、ありがとうございます。セッキーさん、ミヤーヌさん、南條さん、いつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。先日南條さんのライブツアーで大阪に行った時に、以前番組で紹介されて気になっていた缶袋のくるみ餅を食べてきました。前回ね大阪行かせていただいてみんなで美味しいもの食べたりしましたけど、その時に紹介したものですね。せっかくなのでお店でしか食べられないくるみ餅の上にかき氷が乗った氷くるみ餅を食べたのですが、想像していたよりお豆感じられる味で美味しかったです。ついついズボタイプのお土産も買っちゃいました。番組のおかげで旅の思い出が一つ増え、より良い旅になったので感謝です。そういえば南條さんのライブ会場でセッキーさんとミヤーヌさんをお見かけした気がしたのですが気のせいでしたでしょうか。しっかり見られてますね。しっかり見られてましたね。セッキーさん、ミヤーヌさんですかって声かけてくださってね。ああ、本当ですね。うちのファンの方もね、この番組楽しみに見てくれたりしてますので、嬉しかったですよね。ちょっとドキドキしましたね。ありがとうございます。びっくりしました。びっくりしました。続きましてコナモンネームピンクペンギンさん。セッキー、ミヤーヌ、南條さん、こんにちは。こんにちは。毎回楽しく見させていただいています。前回は美味しそうなスイーツがたくさんで、それを美味しそうに食べている南條さん、そして南條さんにヒントを聞かれ分かりやすく動揺するミヤーヌとセッキー、見ていて笑いが絶えませんでした。笑い。南條さん、質問なのですが、前回の放送で音でメロディーを覚えているとおっしゃっていましたよね。私も全く同じタイプなのですが、歌で覚えているため歌手の歌い方で歌ってしまいます。譜面じゃなくて音を聞いて覚えてるって話をしましたね。最近自分の歌い方を模索中ですが、結局歌手の歌い方に寄ってしまいます。南條さん、どうやって自分の歌い方を見つけましたか？歌の資料、レコーディングの資料とかも、私はシンセメロディーで鳴っている音を聞いて覚えて、でふわり歌詞がどうはまってるかが譜面見てもちょっと分かんないなみたいな時はその仮歌さんのを聞いたりするんですけど、最初から仮歌さんの聞いちゃうとやっぱ歌い方がちょっとなんか映っちゃうというか、そう映っちゃう。で自分で最初歌った時はこう歌ってたんだけど、仮歌さんの一回聞いて、あ、ここう歌ってんだこの方って思った途端、あれ私どう歌ってたっけなって分かんなくなったりとか、なんかこう印象がついちゃったりすることがあるから、なるべく仮歌さんのは
聞かないようにしていて、で自分の歌い方定まってきたらちょっと仮歌さんのも聞いてみようと思って聞いて、純粋に楽しんだりすることもあるんですけどね、もう発売されている楽曲とかだともちろんシンセメロとかないからそうカバーとかねされてますね。歌い手さんのを聞いて覚えるしかないと思うんだけど、でもなんかこうどうしてたかな、カラオケ行く時とか私もそうしてたはずだから、なんだろう、その歌い手さん歌手の方の歌を思い出すっていうよりも、この曲こういう流れがあるからこう歌いたいみたいなのが先行してた気がするかな、私は。それで表情を自分で考えてとか、歌いたいように歌うみたいな。あとすごい思うのが、結構そのキーを自分のキーに合ってなくても、原曲のキーがここだからってこう、例えば高いキーだとしたらここで歌えた方がかっこいいみたいなので無理にここに合わせる、方とかもいると思うけど、あれをむしろ下げたりとかした方が、なんかその人らしさの良さが出るんじゃないかなって思ったりするんですけど、どうです？確かにもうその通りだと。その通りです。声の美味しい部分って僕ら言いますけど、美味しい部分がね、人によって人それぞれ違うのからね。で、やっぱその楽曲の一番ハイライト、サビのどこかだったりすると、そこがその方の美味しい帯域に合うようにキーを本来は調整するべきだと思います。私もカラオケ行った時、もうキー上げ下げ上げ下げすごいしても、男性曲とかもすごい好きだったので、曲として気持ちよく歌える、聴いてもらえそうなとこ探したりしてましたかね。3通目紹介します。いつも楽しく拝見させていただいております。コナモンネームアヤボール Z、 サイボール Z かなと申します。ありがとうございます。さて、3人は多くのゲームやアニメ作品に関わられてきて、それだけに数多くの表現方法を、模索されてきていると思います。ジブリ作品風立ちぬでは声だけでアニメの効果音をつけるというチャレンジをしていました。そこで例えばギターだけでたこ焼きの音をつける、ギターだけでギュイーンとかやるのかな、シンセ音だけでお好み焼きの音をつける、声だけで焼きうどんの音をつけるなど、ちゃんと粉もんに合わせて書いてくれてますね。音作りに縛りを設けた場合、どのような作品が生まれるのか番組で見てみたいと思います。よろしくお願いいたします。面白そうですね。絵だけ撮って、そのたこ焼き焼いてる絵、お好み焼き焼いてる絵、焼きうどん焼いてる絵を、絵だけ撮ってそこに当てれこしていくってことですよね。ギター、シンセ、声、めっちゃ面白そうじゃないですか。やっちゃいますか。いくつか重ねて、じゃじゃじゃみたいな言うってことですよね。そう、もちとかって言って。これギターが一番ハードル高い気がするけど、どうなんですか、セッキーのギタリストセッキーとしては。自然に出た音だけじゃなくて変調させてもいいっていうことですよね。じゃあもうそっくりすぎて多分分かんない。いや、そう聞き比べます。そしたらこれたこ焼きちゃうのっていう結果になって余計しらけるかも。それを全部そのエフェクターを取り除くと、あら不思議ギターでしたみたいな。それ情報聞いてみたい。確かにね。シンセはどうですか。想像つきやすいですか。シンセはね、ぶっちゃけやりやすいと思いますよ。そうなんだ。だってそれこそその昔ファミコンとかね、ピコピコした音しか鳴らない時代にそういう風なね、例えば野球ゲームとかで完成って言ったら、そうそうそう、わあザザザザザみたいなのとかをやってたりしたから、シンセは割となんかやりやすいかな。面白そう。これなんで？もっと来いよ。もっと言っちゃっていい。面白そうじゃない？めんどくさい。私は言うだけだからさ。せっかくねリクエストいただいてね、全部叶えてね、ちょっとこう次回じゃ。そうですね。お名前の振り仮名もぜひ教えていただけたら私嬉しいです。はい、というわけで実現する日が来るのでしょうか。やってみましょう。やってみましょう。というわけで今回のところお便り以上となります。ありがとうございました。ありがとうございます。これからもですね、セッキーと宮野が答えてくれますので、たくさん質問を送ってきてください。番組の感想も送ってくれると喜びます。嬉しいです。宛先はこちらで。
どこかな、概要欄の方にもアドレスがありますので、どしどし送ってきてください。よろしくお願いします。粉もんピーツ。はい、じゃあなんちゃん、ここからは、はい、実はね、さりげなく1周年、この番組。まだ4回目なのに。ああ、痛いとこついた。痛いとこついた。1周年も経ってるんですか。そうそう、ちょっと。そりゃもっと来いよとか言えるようになりますよ。そう。我々ゲームサウンド屋っていうのがどういう仕事をしてるのかっていうのを。ちょっとね、実用的な。それ1回目にやることじゃないんですね。本当は多分1回目オケギター作ってましたからね。じゃあ1年経って実は我々こういう仕事をしてたよっていうことを教えてくれるということですね。そういうのをね、どんどんとお話ししていこうと思うんです。気になるな。はい、題してサウンドジョークイントロダクション。いいですね。じゃあまずはセッキーから。はい。はい。ではまずはこちらからどうぞ。はい、私の仕事は。いいですね。ありがとうございます。アーシャですか。アーシャですね。ちょうどこのスタジオのそこで撮らせていただいて。はい。私の仕事はコンポーザーと言いまして。コンポーザー。はい。主に5つあるんですけれども、作曲編曲。演奏打ち込み、録音ディレクション、ミキシングマスタリング、で最後にシステム設計実装と5つあるんですけど、これを説明をしますので。コンポーザーと聞くと1、2番ぐらいまで思い浮かぶ人が多いんじゃないかな。そうですね。演奏とか曲を作ったりとか、その後もいろいろある。そうですね。1番目の作編曲から説明しますと。もう文字通り曲を作って曲を編み込んでいくという。編み込んでいきます。100人で演奏するのか5人で演奏するのかというアレンジと呼ばれるものですね。これが1番作編曲ですね。で2番、実際にその楽曲が鳴る場合はそのパソコンでそのコンピューターに演奏させる場合があるんですけど。実際に演奏していただく場合もあります。なるほど。それは自分でしたりもそうだし、プレイヤーさんそうですね。ほとんどは外部のプロフェッショナルの方にお願いしますね。なるほど。それが3番にかかってくるってことですか。そうですね。録音とディレクションにかかってきまして、録音スタジオでディレクションはここはかなりよくをつけてくださいとか、もっと抑えてくださいとか、そういう録音演奏上のディレクションです。これが3番。セッキーってそのディレクションする時もそんななんか優しいトーンでここに色をつけてくださいって。いや優しいかどうかわからないですけど。そこなんか違うんだよ。突然鬼ですよね。向こうはその孤独じゃないですか。孤独ですよ。もうこの待ってる間ね、何言われてんだろうって誤解がないようにトークバックをしてない時に、次はこういうことをこういうふうに伝えましょうかっていう相談だけをするだけで、別に悪い言い方を。そりゃそうですね。裏表ビーチになってます。そうですね。それはなくて、そういうディレクションですよね。でその後に収録したものと、もしくはそのもともと作っているオケに対してミキシングっていう作業を行いますね。ミキシング、多分わからない方も。例えばボーカルの曲だとボーカルがきちんと聞こえるようにセンターにドンと定位をさせて、でそれをこう彩るように、こっちからギターが聞こえたりとか、ピアノここで鳴らしたり、右のピアノとか、そういうミックス作業ですね。マスタリングっていうのはこのいわゆるゲームに載せる場合は、ゲームはほとんどテレビのこの小さなスピーカーで音が出るので、テレビのスピーカーで聞いても迫力があるように、臨場感が増すようにという調整を行います。で最後にこのシステム設計実装っていうのがあるんですけど、ここは近年僕はあまりやってないですね。そうなんですか。まだゲーム開発が20人ぐらいでやってた、本当に初期の頃ね、例えばファミコンとかスーパーファミコンに行く手前ぐらいまでですかね。その頃はシステムを組んで実装をしてっていうの、要はサウンドプログラムを自分で作るわけですね。興味あります。このシステム設計と実装。そうですね。設計もやってないって言ってたけど。もうやってないですね。当時はそのメモリーを
音楽にどれぐらい使ってもらうかってそのメモリって限りあるものなので、そこを取り合い殴り合い他のところと絵の周りの人とかと。そういう。いやだってなんかこの4番のミックスとかマスタリングとかまでは想像がつくんですよ。曲作って録音してこう混ぜてそこから聞こえるように調整するまではなんとなく想像できるけど、どうやってゲームにねだってもう私たちからしたらもうゲームってもうそこにある世界でなんかもうそこからもらう情報が全てだけど、これが人の手によって作られてるってもう全くなんかもう未知なんですよ。本当に作ってるんだよ。想像しんじゃないですか。もう神ですよね。それを今からミヤーヌがこっちに降ってきた。こっちに降ってきた。サウンドデザイナーっていうのは一体ね何してるもんなんだろう。ね、サウンドデザイナーってよく聞く言葉になってると思うんですけど。そうですね。ここ昨今特にそうじゃないですか。でね、よくそのゲームのサウンドデザイナーって言ったら、なんか音楽作ってる人って思われがち。確かにゲームで音っていうとね、ここ最近特になんか音楽周りのコンサートとかも多くあるからイコールね曲周りが注目されがちな気もしますけど、いろいろあるんですよね。一言で言うとね、そういうゲームの中で鳴ってるいろんな音を全部の音を全部手がけて、でそのゲームの中で鳴らすとこまでやる。なんでね、そのサウンドっていうのを使ってゲームを盛り上げるのがサウンドデザイナーのお仕事なんです。なるほど。どんなのがあるのかをねちょっと一個ずつなるほど教えてください。はい、見ていきましょうか。まずは仕様設計。出た仕様設計。これはね何かゲーム作るぞってなった時に、例えばまあどれぐらいどういう魔法の技があって、その内容がどういうものなのかとかっていうのを調べて、でじゃあどういう SE が何個ぐらいSE って効果音ね、が何個ぐらいいるのかとかを全部資料化していくと、でそれから作るための指示書みたいなものを作ったりとか、なるほど。最初にこれがこのぐらい必要になってきますよみたいな設計図的な感じですか。そうなんですよ。行き当たりばったりで音つけてるわけじゃないんだぞってことですね。意外と。ここ鳴ってそうってわけじゃないってことですね。でもね、実際にゲーム作っていって物ができてきて物を見て初めてわかる部分も結構ある。なるほど。それはそれとして最初にある程度決めておく。仕様設計。そんなものをやったりします。一番タスクとして多いのはこの効果音制作。実際に撮ったりするってことですか。たまに映像で見たりしますけど、なんかセロリ折って骨を折ってる音に聞こえるみたいなとか。そうあれはねフォーリーって言われる手法で。フォーリー。そうああやって実際にマイクで音を取って全く違う音に加工したりすることもあれば、こう音楽作るのとかと一緒でシンセサイザーを使っていろんな効果音を作るっていうことも。なるほど。でスクエニのゲームの場合ね、そのシンセを使って作る効果音の方が多いかな。そうね。魔法とかそんな感じですか。そう。それからね、これはもうなんちゃんの一番ねよくご存知なボイス収録編集。なんちゃんたちにやっていただくのはボイス収録ですね。喋っていただくところまで。実はその後に撮らせてもらった音声をいっぱい編集してます。いや知ってますよそんな。そうですよ。ちゃんと編集しやすいように間を空けてから喋ってますから。ありがとうございます。次楽曲編集。楽曲編集っていうのもやるんですよ。これはさっきセッキーが言ってたのとまた違う。ちょっとねコンポーザーっていうそのコンポーザー専任職の作業と被るとこも出てくるんですけど、サウンドデザイナーの役割としてやることもあって。ゲームの中でね、なんちゃんずっと曲が鳴り続けるでしょ。なる。ループ。そう、ループ。あれはね、うまくつながるようにとか。そう、うまくつながるように、そのすでに出来上がっている曲データを編集したりとか。なるほど。MA、そう、これはね、マルチオーディオの略って言われてますけどね。すでに出来上がっている映像とかに対していろんな音をつける、それこそ曲とかね効果音とかナレーションとかをつけて、でミキシングをして映像作品として完パケするっていう、そういうお仕事もやります。実際にお届けするものになっていくってことですね。映像が。ここら辺からがもういかにもゲームサウンド業界的な。なるほど。モーサリングあんまり耳なじみのない言葉です。そうでしょう。これはね何するかっていうと。音データを作るときはそれぞれ個別になんか WAV ファイルとかでできるんですよね。
でもそれそのままゲームには乗っけられないので、そういう、いろんなものがいっぱいある WAP ファイルをガッと集めて、例えばカテゴリー分けをしたり、あとね、発音のコントロールをここで仕込んだりとかもする。発音のコントロール、どういうことですか？これは例えば、なんかある攻撃魔法を使った時に、なんか連続でできるような、アクションゲームとかでね、ダダ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 ってできるようなものがあったとして、なんとかなんとかなんとかって言いますもんね。なんとかこれだよね。なんとか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 ってやつですね。それがなんとかなんとかってなるのは制御が入ってるから。制御されてたのか、あれは。私に合わせて言ってると思ったら制御されてたのか。これがもし制御がなかったら、なんとかなんとかなんとかってなっちゃうってこと。そうそう、もう10回連打したらなんとかが10人分ガーッとかぶって10倍に音が膨れ上がっちゃう。そうそうそう。一人じゃできない。そしたらまたね、うるさーってなっちゃうんで。うるさーってなる。そうならないように、なんとかって言った間に次のなんとかをやったら前のやつを途中で止める。なるほど。っていう風なそのコントロール用のいろんな情報を入れていったりとか。そして次が実装と制御。そう、実装制御。これもね、ゲームならではですけどね、ゲームの中で音が鳴ってるでしょ。例えばあるエリアに行ったらそのエリアの環境音が聞こえてくるとか、なんか教会の中に入ったらちゃんと教会の音楽が鳴るとか、ああいう風にどこで何を鳴らすかっていうのをサウンドデザイナーがそういう情報を入れていくんです。情報入れていくんですよって、どうやって入れるのって感じじゃない？ですよね。やっぱりこれはビジュアル的なものがいるな。ここで反省会始まっちゃいましたね。シャープ5ではこれは、いつか見たいですね。とにかくなんかね、入れてるんです。雑、急に。そして最後がサウンドデバッグ。そう。そうやってね、制御を入れたけど、本当にちゃんと鳴ってるんやろうかっていうのを実際にやっぱ遊んで確かめないといけない。なるほど。なのでね、ひたすらゲームを遊んで、変な鳴り方してへんかなっていうのをチェックするのがこのサウンドデバッグですね。やっぱこの仕事してるとゲーム業界の方とお話しする機会もね、ありますけど、これが楽しそうに思えて結構大変なんですよね。まあまあお腹いっぱいになる。なんぼゲーム好きでもお腹いっぱいになる時が。でもその細かいチェックを経て、我々の手元に届く。そうなんですよ。いやでもすごい楽しそうですね。やっぱゲームを作るっていうのは。いや本当ね、ゲーム好きな方もたくさん見てくださってると思うんですけど、興味持った方もいるんじゃないかなと。ね、いらっしゃると嬉しいです。本当に。いますよ。ね、そんな我々のそんな楽しい仕事。楽しそう。でしょ。どんな仕事してるのか。で、顔が辛そうだけどね。楽しいっすよ。楽しいっつって。この楽しそうな姿を見てもらいたいっていうのと、でゲームサウンド屋のあるある的なものがやっぱあるんですよね。あるんだ。とそれをね伝えられるように V 作ってきました。すごい。業界あるある V。楽しそうです。はい、ちょっとこれをね、ランちゃんに見てもらおうかなと思います。はい。じゃあゲームサウンド業界あるある VTR スタート。これはオケピアニストですけどね。何ですか？オケピアニスト。オケピアニスト。なるほど。これは今何の音？ピピンパンは何の音だったんでしょう？あれ何の音でしょうね。誰も正解の。ついついね。これ普通の光景ですか？まああるあるですよ。あるある。どんなに走ってるつもりが声に出てそれは声優もありますな、頭にね。うちの会社結構在宅勤務ね導入してるんですけど、在宅だと周りに気を使わずね、ガンガン作ってる時に、やっぱ SE 作る時って、イメージを結構擬音で口ずさむって多いんですよ。確かにそうでしょうね。それが口に出てるのが、ああやってオフィスに出た時に思わず漏れてしまう。でもみんなやることだからやってんなっていう感じです。やってんなって。これがあるある。あるあるの一つ目ですね。はい。じゃあ二つ目のあるあるいってみましょうか。もっとあるんですね。楽しみ。ありますよ。はい。じゃあ音屋あるある。音屋がいろいろな自然に出くわすと。なんでこ
個人的じゃないですか。個人的ですね。いやなんか個人的だな。あ、なるほど、反響。そうやりたくなるんですよこれ本当に。なるほど、音屋さんはそれやりそうだ。ナチュラルリバーブですよね。で、ああいうトンネルの入り口出入り口の境目が超楽しいです。へえ、パインってなる。ああ、子供の頃やったことありますね、私。まだまだありますよ。これはね、河原に行くとね、やっぱ嬉しいんですよ。毎回このテンション上がるモーションが。そうそうそう。そうなんですよ。これマイクとかね、水に近づけるの怖いんですけど、ね。すごい、でもいいですね、涼しげな。そう。でここほら音が。いい。そうなんちゃんさ分かってる。いいです。ああいう風に音がね、ナチュラルに変化するのがすっげえ楽しくて。いいですね。もうね、そう。これ何時間でも放り上げられます。もう夕方になってるけど。これね、明け方。明け方なんだ。そう。朝早起きしてね。いや、人によらない。これ。いいですね。こういうね、良くなってくれそうなね、床というかあると。やっちゃうんですよ。はい。いいですね。わかります。私も環境音好きすぎて、アプリとかでリアルタイムで日本の山とか何箇所か24時間音聞けるアプリがあるんですよ。それをね聞いたりしてるんですよ。だからすごい。セッキーはロケ行くんですか、セッキーも。僕はね、仕事上ですよね。プライベートで。じゃあ今のは VTR 見て分かる。分からん部分もありますけど、冷たい目でっていうのとなるほどっていうのと半々ぐらいですね。セッキーはやっぱこう音取ったりとかより曲作ったりとか楽しいのかな。トンネルを見てなんかざわつくっていうことはあんまりなくて、ただそのいわゆるナチュラルリバーブ、自然の残響を僕たちはどっちかというとパソコンの中で人工的にソフトで作るんですね。でその時にちょっと専門的ですけどプリディレイが何秒あって、プリディレイっていうのを初期反射っていうんですけど、それを長くすれば長くするほど、例えばホールであるとかそういうところの大きな残響が残るんですけど、そういう意味ではトンネル見たらプリディレイ何秒ぐらいやろうとか、そういうふうには思ったりはしますけど、ほら共感してるじゃないですか。そこはなるほどですけど、海辺とか川の音はです全然刺さってなかった。危ないんちゃうん。危なく人それぞれだったということですね。じゃあやっぱ大変な音ってやっぱ目に見えないから感覚がやっぱね頼りになるところもあると思うし、人に伝えるのもやっぱ大変だと思うんですよ。この部分がっていうのがやっぱ絵とかだとこの右目の部分がさとかここで指でポンってやっても分かりやすいと思うけど、音ってね、私がやってる音回りのお仕事とかでもやっぱ伝えるの難しいなって思うことが多いから、それをねこれだけの数扱ってるのは大変なことも多いと思うんですけど、すごい面白そうだなと思いました。そんな感じで音屋は日々楽しく仕事をしてます。楽しく、次回もしねロケ何かあれば楽しみにしていますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそろそろエンディングのお時間となってしまいましたが、今回はいかがでしたか。まずはじゃあセッキーから。そうですね、僕たちの普段の仕事をちょっとデフォルメして面白おかしくお伝えできればいいなと常々思ってたので、今回すごく楽しかったです。今回もすごく楽しかった。今回も楽しかった。ちょっとデフォルメね。ちょっとデフォルメ。宮野はどうでしたか今日。そうですね。今回はねもうコラボビーツ始まって以来の実用会。いや初めて知ったな。1年も一緒にやってきて。そうですよね。働いてたわ。働いてましたね。実は仕事してたっていう。めっちゃしてましたね。そうそう。ちょっとね面白おかしく持ってるとこもありますけど、本当ねやっぱゲームの音を作るっていうのはね面白い仕事なので、それがちょっとでも伝わったら嬉しいなと思って。いや好きな人いっぱいいると思う。だってここにも面白そうって思ってる一人いたら100人はいますからね。普通のサラリーマンじゃない働き方がしたい方に
おすすめのお仕事です。ね、楽しそうだと思います。そんなわけで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらですね、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。そしてお便りビーツの方、お便りねどんどん募集しておりますのでたくさん送ってください。それではまた次回お会いいたしましょう。せーの、さようなら。1年やってきた。そうですね。